気になる箇所の回収作業は終了した。これで塗装作業に入ることができるが、細かい作業がまだ残っている。トラブルが起きなければいいが。皆様、お待たせしました。タミヤ72分の1試練11型高の制作動画も3作目になりました。この後は色を塗って最終組み立てをするのですが、その前に準備しなくてはいけません。私が今何をしているのかというと、前回縦を塗り、乾いたものを400番のヤスリがけしかしていませんでしたので、仕上げのヤスリがけをしているところです。3分割キャノピーを早く機体に乗せて合わせたかったので、取り急ぎ400番で削って細かい仕上げを後回しにしたわけです。はい。とにかくこの写真が早く欲しかったんです。まあ、完全に動画制作上の都合ですけどね。ヤスリがけ終了しました。それとヤスリがけで消えてしまったモールドを毛書き針で復旧しておきます。ここで前回作成した真鍮製の不等管を接着、取り付けます。機関砲も取り付けたいところですが、今回重心は柔らかい素材を使いましたので、落下事故で曲がる心配があるため後回しにします。これで私の作業はほぼ終わりです。この後つづみちゃんが柵を吹きます。もし仕上げが甘かった場合は、柵が乾いたら傷がはっきりしますので、修正作業が入ります。どうやら終わったみたいだね。あ、つづみちゃん久しぶり。お久しぶりだね。ところで、もうサフを吹いて大丈夫かな？お願いするね。わかった、任せて。ここからは、私が解説しますね。先ほど話した通り、機体の表面処理が終わったようなので、今からサフを吹きます。機体以外でも合わせ目を消した部品なども同様です。サフにはスプレータイプとエアブラシで吹くタイプがあります。私はスプレーを使ってきましたが、使いやすい方を選んでください。それでは今からサフを吹いてきます。サフを吹き終わりました。サフを吹くと表面の傷が目立つため、重宝します。傷や不具合が見つかった場合、塗装前にちゃんと処理しておきましょう。多分修正しなければならない箇所はあると思います。塗装作業は上の部分と下の部分と分かれますので、前面に吹き付けたサフの乾燥待ちに落下して金属部品を曲げてしまうことはないと思います。ササラに頼んでこの段階で基準をつけました。あとこの棒状のものですね。これは何かというと、主脚が出ていることを示すものです。主脚が引っ込むと中に沈んで見えなくなりますが、中気中の状態を再現するので、追加したということです。なぜこの段階でこの作業をと思われるかもしれませんが、すっかり忘れていました。皆さん、どうもです。私は、高橋と申します。動画の中ではササラが組み立てや改造、つづみが塗装やデカール関連の担当で分かりやすい役割分担なのですが、私の場合はナレーションや素材調達、そしてちょっとややこしいのですがウップ主の代わりも務めております。今、外に出ております。目的は先ほどお話ししました素材調達の途中で目的地まで行ってきました。足りないものがあるのかですか？封筒に入っているこれなんです。帰ったらお留守番の2人に見せたいと思います。一つ目の動画でも少し触れましたが、実はちょっと考えていることがありまして、そのまま作っていくのであれば、特に用意するものはありませんが、しかし私はちょっとアレンジを加えたいと思いまして、これを入手したかったというわけです。ついでにちょっと足を伸ばし模型売り場に行って塗料を少々入手しました。これで安心です。必要なものが手に入りました。これから塗装作業に入りたいと思います。つづみち
塗装作業見学させて。いいよ。塗装の前に機体表面に異常がないか確認してください。今回は説明書の通り、この図面のように色を塗っていこうと思います。最初に塗装するのは、仮面色に指定してある明快白色ですね。タミヤカラーではなく、ミスターカラーで塗装します。ちょっと待った。ウップ主どうしたの？必要なものを買ってきた。仮面色塗装前に間に合ってよかった。塗料を買ってきたからこれを使って。一つは上面色の塗料だけど、この銀色は仮面色に使う塗料だよ。明快白色ではないの？説明書にはそう指定しているでしょ？なんで銀色なの？それだけどね、最初はこのように塗装する計画だったけど、その予定を変更して、青島の説明書のこいつに変更してほしいんだ。なんですと？なんでいきなりそんなこと言うのよ。だからちゃんと塗装前に説明しているじゃないか。まあ誰が乗っていたかわからない機体よりも、パイロットがわかっている機体の方がいいと思ったんでね。いろいろ調べてみると、仮面色は銀色の方が良さそうだからそれで頼むよ。塗装前だからよかったけど、もし仮面色塗ってしまっていたらどうするつもりだったの？間に合ってよかったよ。あんたね。どうした？プルプル震えているけど。ささら大丈夫？クリアパーツなくしたことといい、そして今回のことといい、もう許さん。うわ、なんだ？大体ね、なんでそんなに適当なのよ。うわ、ちょっと待て、なんだ？部品なくしたり、勝手に予定変えるし、いつもいないし、逃げ足早いし。やってしまったんだから、仕方ないじゃんか。作る方はどれだけ大変か分かっているの？こっちもいろいろやっているんだよ。頼むから追っかけてこないでくれ。絶対許さん、腰を引いてやる。落ち着け、話せばわかる。待て。嫌だよ、捕まったらやばいじゃん。逃げるな、止まりなさい、動くな。うわ、お助けください。待ちなさい、腰を引いてやる。あれ、ウップ主は？どっかに行っちゃった。あいつ逃げ足だけは早いんだよね。逃げられちゃった。ささら、大変だったね。お疲れ様。あんたはあの時何していたのよ。っていうかつづみも怒りなさいよ。つづみが一番困るでしょ。まあ、不幸中の幸いでなんとかなったからもういいよ。ああ、気が済まない。ちょっと探してくるね。させてやる。ああ、いなくなっちゃった。それで、今回ウップ主は何を持ってきてくれたのかな？塗料2色ね。上面色と仮面色に使用するものだね。そして、この封筒なんだろう。中身はデカールのようだね。なるほど。青島マーキング用のデカールだね。確かにこれは必要。ウップ主これを手に入れていたんだね。でもどうしたんだろう。メーカーに注文したのかな。あれ、このデカールって、もしかして。ちょっと色々とありましたけど、気を取り直してこれから塗装作業に入りたいと思います。エアブラシで塗装しますが、できるだけ同じ色に塗るものは用意しておいた方がいいでしょう。効率が上がります。ただ小さな部品は、筆塗りでもいいかもですね。どのようにするかはそれぞれで判断してください。それでは塗り始めます。先ほどの大騒ぎで皆様ご存知でしょうが、塗装する仮面色に変更することになったので、作業予定も変わりました。シャドウ吹きしないの？という方がいらっしゃるかもしれませんが、対戦機の72分の1の模型は小さいので今回はそのまま塗ります。仮面色の銀色を吹き終わりました。乾燥するまで待ちます。ラッカー系の塗料を使ったので、乾燥は早いはずです。
塗料が乾いたようですね。この後は、マスキングをして上面色の塗装に取り掛かりますが、その前にこの作業をやっておきましょう。今からですね、前回の動画で回収しましたキャノピーをですね、マスキングしようと思います。この透明部品の塗装方法や、マスキングの方法は人によってそれぞれだと思いますが、私がいつもやっている方法をここでやってみたいと思います。キャノピーをマスキングする場合は、こちらにあるマスキングテープを貼り付けると思いますが、ここからのやり方が違ってくるはずです。一つはそのままデザインナイフの刃を当てて、直接テープを切る方法。もう一つはテープに極細のペンで枠に印をした後一旦テープを剥がし、カッターマットの上でカットし、また貼り付ける方法です。最初の方法は、カットさえうまくいけばテープの粘着力がキープでき、効率よく塗装作業できますが、しかし、デザインナイフの刃がずれてしまうと、透明パーツを傷つけてしまい取り返しがつかなくなるデメリットがあります。二つ目の方法は、パーツを傷つけることなく安心してテープをカットできる上、失敗しても何度でも納得できるまでやり直せるのがメリットです。しかしその反面、貼り付ける作業が手間がかかるので時間がかかります。それに位置合わせで動かしたり、再度貼り付けるためテープが浮いて、その隙間に塗料が入り込んで失敗する可能性が上がるという不安要素があります。どちらでもできますが、私はいつも後者の方で作業していますので、今回もそうしたいと思います。非常に細かい作業になりますので、ヘッドルーペがあると助かりますよ。極細のペンで書いても、デザインナイフの刃の薄さには勝てません。どこで切ろうかと迷うかと思いますが、失敗したらやり直せば済むので、恐れず切ってください。マスキングが済みましたら、マスキングゾルをキャノピーの裏側につけます。塗料が裏側についてしまうかもしれませんから、念のための対策です。キャノピーのマスキング、完了です。塗装する直前にテープが浮いていないか確認してくださいね。でないと、テープの隙間に塗料が入り込んで、修正するのに大変な目に遭いますからね。それでは機体のマスキングにかかります。説明書の図を拡大縮小コピーしたものをマスキングに使った方が簡単なのですが、面倒くさいので紙に印をつけたものを切ってマスキングにしようと思います。説明書の話が出ましたが、この作業の前に言っておくことがあります。ウップ主はこの図を参考にと言っていましたね。マスキング作業をしているとわかると思いますが、美翼化の銀塗装がこの形の場合は、仮面図のように塗装はできません。図をよく見ると、上面色が仮面へオーバーラップ気味に塗装するという指示は矛盾しているのがわかると思います。なので、今回はネットで調べたものを参考にしたいと思います。ちょっと話が長くなりましたが、作業に戻ります。まずは紙を当てて印や線をつけていきます。次はデザインナイフで線を切っていきます。使用する紙を固定するために両面テープを使いますが、ちょっと一手間かけないといけません。貼り付けたテープをデザインナイフで縦にいくつかに切り、切ったテープはこのようにねじり、3mm くらいに分断します。これらを先ほどの型紙の円よりやや内側に取り付けたものを機体に貼り付けます。以上がマスキングの方法です。両面テープをそのまま取り付けず丸めることで、機体とマスキングの型紙間に隙間ができます。この隙間があることで、自然な境目を出すことができますので、
直接貼り付けるより効果的です。もっとも、多少は塗料が吹き込みますので、修正が必要になりますが、マスキングが終わりました。では上面色を吹いていきましょう。マスキングの中に塗料が吹き込まないように、境目を塗装するときは慎重に。ここで、先ほどマスキングしたキャノピーにも塗装しましょう。スピナーの塗装もお忘れなく。これで上面色の塗装が終了しました。塗料が乾いたようなので、マスキングを取っていきましょう。この瞬間、ドキドキしますね。剥がしてみて、もし塗料が入り込んでいるようなら、エアブラシに仮面色の塗料を入れてボソ吹きで修正しましょう。最後に主翼前面の黄色の部分もマスキングをして塗装しましょう。この部分はデカールが用意されていますが、塗装した方が簡単です。重心を筆で塗装したら完了です。これで塗装が終わりました。塗料が乾燥するまで待たなくてはなりませんが、塗料が乾いたら、次はデカールを貼る工程です。今回はここで終了です。色がついたので、完成が見えてきたね。そうなんだけど、まだ細かな作業があるよ。そういえばササラの姿が見えないけど、どこへ行ったんだ？まだウップ主を探しているんじゃない。させてやるって言っていたからね。怖いこと言うなよ。やばいじゃん。一体どこまで探しに行ったんだろうね。とりあえず隠れるから。多分大丈夫だよ。じゃあそろそろお別れしましょう。皆様最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあ、逃げるよ。あ、逃げ足早い。